今日はこれのご紹介です。じゃじゃん。解説します。こんにちは。山田ピコと山田博人です。全国をプロアングラーとしてフリースタイルプロアングラーとして、飛び回ってます。釣り用なりわいとして、生活してるかなと。この辺はプロフィール見ていただけたらなと。で、今回ですね、紹介しないといけないのが先ほどお見せしたこれでございます。映ってますかね。映ってますかね。どうですかね。ストイストに ST っていうシリーズが登場します。で、現行ストイストってシリーズがあるんですよね。2年前にこれに RT ってモデルが発売されました。そして今回はこれに対して ST です。このストイストのシリーズが RT と ST でこれダブルフラッグシップモデルになって今後は発売されていきます。わかりますかね。で、これの違いについて今日は少し説明したいなと思ってます。で、RT っていうのは、現行もねこれ2年前に発売してから大人気で、今 84M のメインのロットなんてのはもうずっとフル稼働で作ってるんですけども全く在庫にならない状態。8万円を超える竿がここまで来るっていうのはちょっと僕も想像はできなかったんですけども、やっぱり物がいいとやっぱもう完全に皆さん分かっちゃいますね。分かっちゃいます。そら買います。そら買いますね。で、その 84M のシリーズとか含めて最初に RT のシリーズは4機種出したんですけど、これは RT レーシングチューンとしてね、今の現行のストイストをもっと極めてカリッカリに尖らしたロッドというイメージで作ったんですよね。ストイストのシリーズの原型がやっぱりしなやかな中に鋭さがあるロッドを作りたかったんですよ。というのはやっぱり人はしなやかっていうのはすごく気持ちよく感じる要素で、カンカン硬くてもダメなんですよね。だから趣味の世界なんで心地よく楽しく釣りをしようと思ってくるとそういうニュアンスが必要になってくるんですね。それがやっぱストイストの最初のコンセプトとしてあるんですけども、そこからそうは言っても他社含めていろんなこれで軽量化もされてきますし、考えて RT は完全にカーボンを高弾性の SVF のコンパイル X だけを使ってもうカリッカリに尖った贅肉を落としたチューブラティップのみのシリーズとしてがっつりと存在させました。これはもう 80g 台で全部出来上がってるんで MH のクラスも 80g 台脅威ですよね。このシリーズっていうのはもうそこで尖ってどんどんもっと上を尖らしていこうというシリーズです。これをやりだすと SMT を搭載したりこの金属繊維がやっぱ入ってくるんで重量的に究極に軽くはなってこないんで、そういう軽く感度を追い求めていってるロッドとはちょっと違う世界になってくるんですね。もともとがストイストっていうのはしなやかな中に鋭さがあるロッド、これがやっぱりコンセプトとして作りたいロッド、僕がね作りたいロッドだったんで、この今回のストリームチューン ST っていうのはそういうところのユーザーの釣りのスタイルに合ったその心をくすぐるような製品を作っていけたらなと考えてます。だから本来のストイストのあるべき姿なのかなと。で、僕はよく例えとしてあげるのがスノーボードとか車のサスペンションを投げるんですけど、スノーボードなんかは早くタイムを競ってそのスラローム競技とかで早く滑ろうとするとガッチガチに硬い板を常に踏み込んでいかないと曲がらないような板でスピードを競うんですね。そうでないと速く滑れないんですよ。でもそのフリーランで新雪とかも雪の中をわーっと滑っていこうとすると、ゲレンデとかはね楽しく滑っていこうとするとちょっと踏んでも柔らかめのロッドでクッと入っていく方が、初心者にも優しいしすごく楽しさが増してくるボードになってくるんですよね。で車のサスペンションもそうですけども、速く走ろうと思うとガーッともう硬いガチガチのレーシーな感じになってきますけど、これがちょっとやっぱりひとたび
市場に出てきて普通に一般的にちょっと速いレーシーな車っていうのはもう少しやっぱりしなやかさが出してきて気持ちよさも出してるんですよね。この辺がすごい僕は大事だと思ってます。だから今回のその RT 尖った部分のところからそのしなやかさを本当にもっと優先的に出してきた ST っていうシリーズを作りたかったんですね。でこれはもう、2年前に RT が出た時からもう決まっててその企画を出してたんで、今回はこのグリーンエメラルダスカラーのグリーンこれ決まったんですよね。グリーンで出すんで、じゃあ RT はどうするんだって言った時にやっぱりレーシングレーシー RS とかタイプ R とか僕は車が好きだったんで、ああいうイメージのちょっとこうシンクな感じのちょっと明るい赤ですよね。レーシーなタイプに作りたかった、そういうイメージが存在してますロットの中には。で今回の ST のシリーズなんですけども、もちろんそんな究極に軽くばっかり軽さを追って作ろうとは思ってませんので、当然ティップ側には街を楽しめるように SMT 街を楽しむことってエギングにはすんごい大切なんですよね。それってやっぱキャストして尺ってっていうのはなんか作業になってるんですけど、待つ時っていうのはやっぱり液をこう漂わせながら食わせの間を作って待つ時っていうのはすごい集中してるし、一番こう触ってきたりイカがエギに触ってきたり当たりを感じ取るために一番集中して楽しいこの街の部分をもっと幅広くいろんな体感していただいて楽しんでもらうっていうのがこのロットのシリーズです。なので今回4アイテム出ます。4アイテム出るんですけども、まずは SMT で2本出てきます。これはもうずっとやりながら、RT を出した時点でね、もう SMT やめたのか、もうないのか出てこないのかっていう思いも皆さんあったとは思うんですけども、いえなくなりません。しっかりと考えて作ってますんで、今回88と83っていう長さで SMT を作ってます。で88って聞くとおろろろろ88って言ったらバックドリフトロットじゃねってイメージをストイストご存知の方は思うと思うんですけども、その通りそのしなやかさを持ちながら、EX でね一番初期に作った88の SMT なんてすごいベロンベロンのロットだったんですが、あれめちゃめちゃ売れたんですよね。もうびっくりするぐらいここまで尖らしたらもう使う人選ぶんじゃないと思ってたら、もうみんながこぞってこれ面白いって街を楽しめるって言ってくれたんですよね。これがみんなに伝わって本当に分かるっていうことはアイゲングのレベルってみんなやっぱりどんどん向上してんだなっていうのはすごい僕も思ったんで、今回も88はそれをもっとさらに快適にして曲がるロットで快適にしたロットを作りました。これはもうぜひね楽しんで使っていただきたい。それと SMT の中にはこの83っていうのを今回初めてこのレングスで入れたんですけども、83がこれまためちゃめちゃ面白いはずなんですよね。これはその通常柔らかすぎずに張りすぎずに絶妙に使いやすい長さで、一般の方普通の方も SMT 初心者の方も一回使ってみたいこの感度を味わいたいって方にはこの83のこの SMT すごい向いてると思うんで、キャストしてしゃくって止めて全部がうまくバランスよく楽しめるロットになってるんで、是非この83もレングス的にも扱いやすい長さなんで楽しんでもらえたらなと。あと他の2機種っていうのがまた変わってて、これがすげえ面白い。まずはねどうしましょうかね、高いところで行こうかな思ったけど、パックルッと先ほどこれ見せましたよね。これねこんな長さで作っちゃいました。82の ML っていうアクションです。82の ML のアクションで、このロットを作りました。なぜバックロットこれいったんかって、僕のストイストのシリーズではその初期のモデルからやっぱりバックロットっていうのは対象として考えてて作りたかったんですけど、なかなかそのやっぱり出していかないといけないアイテムが多すぎてここまでたどり着けなかったんですよね。今回だから ST のシリーズで一番最初にやりたいなっていうので声を上げてすぐさまやらせてもらいました。でこれその軽さもさることながらその曲がりですよね。5ピース5本ついでるにもかかわらず曲がりがすごいしなやかです。これ本当に使ってもらったら分かると思うんですけど
ML のアクション、全体的に ML のアクションで作ったっていうのは、駅だけじゃなくって、旅先とか、もうこれ本当にスーツケースにキュッと入るんでね、リールとかルアーって今までもカバンの中入れれたけど、竿だけネックだったでしょ。それも竿も一緒に小さくコンパクトに抑えたんで、これはぜひいつも毎回この旅に持って行っていただけると、ちょっとしたワーム投げたり、ちょっとしたジグ投げたりで、エギも投げたり、いろんなことができるようなアクションで作ってます。だからすごい扱いやすくて、通常の営業をやるにも82の ML、 これ好きなニュアンスの人は絶対好きなんですけど、通常の営業やるにもいいんですよ。これずっと5本ついでね、車に置いてこうずっと釣りをしてると、途中で5本次パクロットってことを忘れちゃいます。それぐらいうまくできてるんで、ぜひだからもうこういう軽さで究極のこの5ピースって作りたかったんですよね、僕はね。どうしてもだからこれ5ピースになってくると2ピースよりはやっぱり重くなってくる。 SMT もそうなんですけど、チューブラルティップとかソリッドティップよりは重くなってくる。そういう意味で RT で何かこれを出していくっていうのはちょっと違うかなと。だから RT は RT でできることを完全に明確に分かるようにして攻めていく。 ST は ST でいろんなことで自由にやりたいことをやっていく。ここが世界として面白い。RT のロットを好む人は本当にもうずっとそればっかり追っかけてる人なんで、それはそれでこのロットのシリーズ、 RT のロットのシリーズは継続してずっともっと上を目指しながら片っ端から使ってどんどん成長させていきます。そしてこっちはこっちでエギングを楽しもうねっていうロットをどんどん作っていきます。であと1本、これがね面白いですよ。73の L、73の L ですよ。73の L、 もう73の L のソリッドです。もうすんごい細い繊細なもの。これ 77g です。めちゃめちゃ軽いです。これはね、いつもオーバーパワーだな。なんかエギングってもっと柔らかい、もっとなんか究極な世界のエギングロットないのかなって探してた方おられると思うんですよね。そういう方にはぜひこれ使ってほしい。2.5535 メイン、3.5 までいけますけども、2.535メインに一応ターゲットとして作りました。で校内湾内の進行をやっぱ差を曲げて楽しもうよって秋以下楽しむ方なんか特にそんなハードなそのロットで楽しむんじゃなくて、やっぱり一つ一つ差を曲げてこの釣り自体、エギング自体を楽しんでいこうよっていうロットになってます。で北海道の豆イカとかね、そういう小さい小型のイカとかケンサキとかのショアのエギングにも向いてるんで、これはね幅広くぜひ一本持っといてほしいんですね。ぜひ幅広くいろんなことでこのロット楽しいなってなります。で僕はこれティッパラにも使ってます。このティップのしなやかさがボートを流していった時にちゃんとロッドを曲げてくれるんで、その営業巻きじゃくりでパンパン弾くっていうよりも巻きじゃくりでしゃくってあげて、ハイギアのリールをつけて巻きじゃくりでしゃくってあげて営業を動かして止めて、その止めの中から当たりを監視していく、この能力っていうのはすごく良かったんで、僕はもう今ティップラン結構このロッドを使って、何その柔らかいロッドって結構ね言われるんですけど、これ面白い状態で使ってます。もうとっても楽しいです。で今回ね思いっきりこのグリーンをね基調として扱ってるんで、本来のストイストのカラーで出来上がったかなと思うところですね。いうこと全部喋ったかな。開発の秘話としてはこれからロッド自体を使ってるテストの時に使ってた映像とかはちょいちょい出していきたいなっていうのは思ってるんですけど、これから動画をねちょろ出していけたらなと思うんで、是非この山ラッピチャンネル登録してよかったなと思ったら高評価をしていただけたらありがたいです。今回はこういうふうに新製品をドドンと紹介しました。ありがとうございます。I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, if I want something, I got it. Hey, oh baby, I don't need love me. Hey, cause I love I cannot buy it. Wasn't real.
with you, boy. Real wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, 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 oh boy.